こんばんは。マインドスポーツオリンピアドグランプリ2022プエルトリコラウンド3を解説します。今回も一択です。強豪が揃っています。ここで勝てれば決勝進出に大きく前進します。気合を入れていきます。順番は1番目です。プランテーションにトウモロコシが1つあるので、初手開拓者で採石場を取ると、2番目の緑にトウモロコシが取られ、自分だけトウモロコシがない状態になります。プランテーションにトウモロコシが1つもなければ、採石場を取るのですが、悩みます。悩んだ末、トウモロコシを取ることにしました。小さい市場が早速売り切れました。インディゴを持っているので、小さいインディゴ染料工場を購入します。入植者が1人なので、トウモロコシを稼働させます。次の順番の緑がコーヒー、前の順番のオレンジがタバコのため、コーヒーを取ってもよかったですが、生産力を重視しトウモロコシを取りました。序盤は1ダブロンが貴重なので、ボーナスの乗っている船長を選びました。3ダブロンなので、何も買わずにお金を貯めるか悩みましたが、何かしら積極的に買った方が良いと判断し、建設小屋を購入しました。ここでも自然にボーナスの乗っている市長を選びます。早速建設小屋に入植者を配置します。残り2人は、トウモロコシを2つ稼働させるか、インディゴを1つ稼働させるかどちらかです。現時点で、インディゴは自分と後ろの手番の緑しか生産できないため、商人で売りやすいと考え、インディゴを稼働させることにしました。早速建設小屋を生かし、採石場を取ります。2ダブロンで建築なので、なかなか良い建物が買えませんが、次のプランテーションで砂糖が2つ見えているので、小さい砂糖工場を買いました。ただ、建設小屋もあるので、採石場を優先的に取っていくなら、すぐに砂糖は取れません。振り返ってみると、
自分の行動に矛盾を感じましたが、それでも何かしらは買った方が良いと思いますので、よしとします。ここで監督は、緑にインディゴを売られてしまうのでできません。次相得なので、今回ボーナス1ダブロン取らなくても、次に確実にボーナス2ダブロン乗ったものを選べます。そのため、圧倒的に入植者が足りないことを踏まえ、市長を選びました。採石場とトウモロコシを稼働させます。予定通りボーナス2ダブロン乗った船長を選びます。ここで監督は厳しい。インディゴが売れない。と思ったら、オレンジが承認をしてくれたので、インディゴが売れました。インディゴはもういらないので、建設小屋を生かして採石場を取ります。そしてすぐに採石場を稼働させることができました。いい感じです。採石場が2つ稼働しているので、5ダブロンの建物が買えます。大きい市場を取りました。ただ、自分以外はタバコやコーヒーの生産体制を整えつつあり、若干出遅れている感はあります。早く大量出荷体制を整えないと厳しいと感じていました。ここで何の役割を選ぶか難しい局面です。監督で多く生産しておくか、金鉱掘りで1ダブロン稼いでおくかのどちらかです。建築家が選ばれた時に何も買えないのはもったいないので、金鉱掘りで1ダブロンもらっておくことにしました。トウモロコシやインディゴはすぐには売れませんが、後々に備えて大きい市場を稼働させます。監督は次緑がコーヒーを売れるようになるので NG です。開拓者はせっかく建設小屋があるので、ボーナスもない今あえて取る必要はありません。建築家もいい買い物ができません。ということで、消去法でボーナスの載っている商人を選びました。
トウモロコシとインディゴを大きい市場でひたすら売っていけるように、商艦を購入しました。採石場がなくなりました。さすがにトウモロコシとインディゴだけではきついので、砂糖を選びました。出番が回ってきたので、早速砂糖を生産できるようにします。採石場がなくなったので、建設小屋ももういりません。商艦も稼働させます。コーヒー、タバコはないものの、割といい感じの体制になりました。ここからは大量に出荷していくことを考え、小さい倉庫を購入しました。売った時の迫力がいまいちです。このタイミングではいい買い物ができないので我慢です。ただ、もしかしたらコーヒー焙煎所を購入し、次に開拓者でコーヒーを取るのが良かったかもしれません。出荷で稼ぐということで、船長を選びました。6タルの船なら、ちょうどトウモロコシがぴったりなくなります。
トウモロコシが残ったので、出荷重視で行きたい私にとってはラッキーです。そしてすぐに入植者を配置できたので、小さい倉庫とトウモロコシを稼働させます。港が取れなかったので、出荷勝負でも微妙ですが、数で押していくしかありません。このまま緑に手番が回ると、一人コーヒーを売る形になりますし、自分が出荷で攻めるという意味でも、ここは監督の一択です。インディゴは7樽の船に残り4つ空きがあるので、もう一つ取っておいても損することはありません。ここでもいまいち良い買い物はできません。10点の建物を買うためにお金を貯めます。ただ、もう終盤なので、勝利ポイント1点を稼ぐために、農地を購入しました。砂糖が売れたので、次10点の建物が買えます。ひたすら出荷です。プレイヤーのトウモロコシの合計が7つだったので、余らせるために5樽の船にしました。ただ、タバコかコーヒーに6樽の船を占領されるので、6樽の船の方が良かったかもです。ひたすら出荷していく覚悟なので、税関にしました。最後残っている工程を変えれば良いのですが、なかなか厳しそうです。いつでも終わっていいように、税関を稼働させます。出荷で稼ぎたい私にとっては、次監督をしたいですが、船長されるタイミングによっては、ほとんど出荷できずに終わります。ですので、工程を買うことに望みをつなぐため、ボーナスの乗った金鉱掘りを選びました。
ここで出荷は痛い。コーヒーとタバコで7たるの船と6たるの船を占領されました。そして監督、次おそらくトウモロコシから出荷されていくので、私は何も出荷できません。厳しい。今更農地の効果が発動、もはやあまり意味はありませんが、追加でプランテーションをもらっておきます。トウモロコシをこれ以上増やしても出荷できないと判断、コーヒーを取りました。ただ、入植者があと8人なので、コーヒーが稼働できる可能性は低く、これはこれで微妙でした。次も建築する機会は回ってこないと思われるため、今買える最高勝利ポイントのコーヒー焙煎所を購入しました。やはり船長、何も出荷できないのは痛い。そして監督、次また船長で差がつきそうです。しょうがないので市長で終わらせに行きます。終わりました。あとは祈るのみです。最後、出荷できなかったのが響いて4位でした。ただ、これ以上続けても、より差がついただけなので、これはやむなしです。途中、
一貫した方針で手を進められなかったのが敗因かなと思います。強豪揃いで、みんなうまかったです。とても勉強になる一戦でした。感想や、ここはこうした方が良いというアドバイスがあれば、ぜひコメント欄にお願いします。トップと4点差の3位タイに落ちました。あと2戦、決勝に残るためにはもう負けられません。ラウンド4の解説も作っていきますので、楽しみに待っていてください。ここまでご視聴ありがとうございました。